チャオ、スガレリアのスガです。今日は一つ思いついたことがあって、デザイナーといっても様々なジャンルのデザインがあると思うんですけれども、今回は、プロダクトデザインとかグラフィックデザインに特化した僕が持っている道具の中で普段使っているものなんかを、簡単に紹介していきたいなと思っています。はい。ということで、多分すごい大御所のデザイナーさんとかはもう紙と鉛筆だけでスケッチを描いたりするだけだとは思うんですけれども、その他のね、若手のデザイナーさんとか、学生さんとか、モックアップのモデルを作ったりといろいろ作業っていうのがあると思うんですけれども、そういった方たちの参考になればなと思って今回、撮影しています。ではちょっとまず1つ目。はい。コピー用紙。こういった大きなものを全てスケッチ用に使ったり、何かディテールを書き込んだり、そうですね、するときに使います。コピー用紙。もちろん印刷としても使いますけど、日本でも使っていたかな。イタリアの大学院に来た時に、授業の中でこのコピー用紙が必須だったんですね。それからもうずっとこれを使って、家具とかプロダクトに関してはA4 でもいいと思うんですけれども、カーデザインとか専攻してた方はA3 とかも使っていましたね。そのジャンルによって紙は変わってくると思いますが、コピー用紙。はい。そして普段持ち歩くデザイナーさん、普段ねアイディアとか書き留めたり、何か気づいたことをちょっとスケッチしたり、持ち歩けるノートブックを持っていると思うんですけれども、僕もこのアイディア帳、気づいたことを常に書くようにはしています。そう、なんかこういう見えますか？これはイタリア人ってスキンヘッドの男性多いんですけど、今マスク必須なんですけど、マスクをそのスキンヘッドにかぶせてこう歩いていたんですよ。しかも結構もうワイルドな感じで、もうすごく面白くってちょっと書いちゃいました。その時はすごい面白かったんですけど、あとまだ使ってないんですけど、新しいノートブック、持ち歩き用ノートブックですね。これモレスキンなんですけど、年末にとある本屋さんに行ったらセールをしてたんですけど、これ5ユーロだったんですよ。5ユーロっていうのは多分700円くらいかな、日本円で。普通モレスキンって12ユーロとか15ユーロするんですけれども、それが5ユーロで売ってたので買いました。次、コピック。そうですね、マーカーのスケッチの時に使っているんですけれども、僕が日本の大学にいた時ってコピックが推奨されてたんですけど、驚いたのがミラノの大学院に留学して授業を受けた時に、コピックこんなに持ってる人珍しかったらしくって、先生がすごい驚いていました。イタリアでコピックを購入するのってすっごい高くて、似たようなやつでイタリアには安いやつがあるので、他の同級生はみんな安い方を使っていました。その人それぞれで使いこなし方があると思うので、自分に合ったねマーカーとかも探してみるといいと思いますね。はい。じゃあちょっと筆箱の中身、これ留学する時に入学祝いでいただいたペンケースなんですけれども、吉田カバンのポーターですね。クライアントさんの仲のいい方からいただいて今でも使っています。で、中身を見ていくと、愛用しているペン、すごい書きやすいペンでもちょっと使いすぎてどこのブランドとかはちょっとわからないですね。ペン、あとファーバーカステルの鉛筆、何か書く時の下書きとかに使ったりします。デッサンは今はちょっとしてないですけど、ファーバーカステルの鉛筆、あとは普通にこういったペンですね。あとマッキー、日本のマッキー、15センチ定規、はい、メジャー。これ
すっごい必要不可欠だと思うんですけど、これはなんと大学の卒業の時にゼミの担当の教授からいただいたもの。確かこれなんだろう、メタフィスブランドだったと思うんですけど、何か素材とか買いに行ったり、何か寸法を測る時にはもうスーってお店で便利に使わせていただいてます。マストアイテムですね。これはすごいおしゃれだし。次、これセロハンテープ。日本語でセロハンテープって言うじゃないですか。でもイタリアはこれスコッチって言うんですよ。でもスコッチってブランドの名前なんですね。イタリア人はこれを総称してスコッチと呼んでいて、大学院の授業の時にスコッチ貸してとか、スコッチって何みたいな、すごい国が変われば名称も変わる。はい、スコッチ。あと USB って未だに使ってる人いますかね。僕は使うんですけど、何かちょっとしたね印刷物とかする時には USB でデータをね印刷屋さんに持っていくんですけれども、イタリアの印刷屋さんってすっごい難しいんですよ。ちょっと面白いんですよ。今度この動画も撮ろうかなとは思っています。はい、 USB スティック。あとイレイザー、消しゴム。そうですね、カッター。このカッターはこっちが30度カッターで45度カッター。もうこの30度カッターはインテリアの模型とか、小さなプロダクトでも細かい作業する時には必須ですよね。東京でデザインスタジオでインターンをしてた時に朝から晩までモックアップのモデルとか、あとインテリアの模型とか作っていたんですけど、もうこの子がいなかったら何もできない最強の相棒ですね。で45度は何か段ボールとか切ったりする時に使います。30度カッター、45度カッター。あとイタリアの文房具屋さんで買ったホチキス、すごいなんか可愛い。であとグルー系ですね。ジェルタイプのグルー、あとスティックのり、あとボンド。イタリアではよく見かけるボンドなんですけど、ミナビル。この子たち人型定規、人を描いたり空間のスケールを見たりする時に使ったりします。日本の大学にいた時に購入したものなんですけれども、一緒に、イタリアに今も住んでいます。定規系ですね。50センチ定規、モデルとか模型とか、もうこれがなかったらもう結構難しい。日本の大学からずっと使っています。50センチ定規。あとヤスリ、きめの細かいヤスリとちょっと粗めのヤスリ。モックアップモデル作る時にすぐに使えるように、常に常備しています。あとこれもちょっと試しに買ってみたヤスリ。はい、ワコムのタブレットとペン。ミラノに来てからこれ使うようになったんですけど、っていうのもミラノの大学院ではタブレット必須だったんですね。イラストの授業があって、その授業の中で僕初めて使ったんですけど、これすごく使いやすくって、今でもイラストレーションの仕事とかでは結構使います。ワコムのタブレットとタブレットペン。本当に日本ってすごい便利じゃないですか。東京にある渋谷の東急とかに行けば、一つのビルディングで全ての素材が手に入って道具が買えるっていうのはもう素晴らしいですよね。ミラノって大きな都市なんですけど、ミラノでさえそういったところってないんですよね。しかも高い。素材を探すのも道具を見つけるのもすごく大変で最初は苦労していました。でも一つ一つ知恵を得て、どこに行ったらどういうものがあるか、そういうのを今では学んだのでなんとかやってますけど、もう日本のその便利さ、安さっていうのは素晴らしいですね。はい。今日紹介した道具は一部なんですけれども、はい、簡単にデザイナーの道具紹介ということで
紹介させていただきました。この動画が少しでも面白い、ちょっとでも役に立ったと思っていただけたら、LIKE とサブスクライブをお願いします。何か質問などがあったり、感想があったら、ぜひコメントしていただければ嬉しいです。動画を見てくださりありがとうございます。チャオチャオ。